韓国ファンの HKT48 全国ツアー広島公演参加期第2話。皆さんこんにちは。韓国から HKT48 チーム K4 の江口心愛ちゃんを応援しているものです。前回の話に続き HKT48 全国ツアー広島公演の夜公演のお話をしていきたいと思います。全国ツアーの昼公演が終わりました。相変わらずとても暑かったです。お昼ご飯をどうするか悩んだのですが、広島最大の繁華街である本通りが近かったのでそちらへ向かうことにしました。それとせっかく日本に来たので HKT48 に関するあるものも買うつもりです。ココちゃん推しなのでココスに行こうかココイチに行こうか悩んでいるところです。角島駅に戻ってきました。鉄オタなので行き先表示板を見るだけで胸がワクワクします。角島駅に扇風機がありますね。レトロな雰囲気が好きなのでやっぱり嬉しくなる光景です。アストラムラインに乗りました。路線図がまるでクエスチョンマークみたいな形をしていますね。本通りに到着しました。路面電車の停留所がどこか懐かしくて素敵です。そしてさすが広島最大の繁華街だけあって活気があります。ココスとココイチのカレーで悩んだ末、結局ココイチにやってきました。ココイチ、はい、そうです。ココちゃんが一番です。期間限定メニューで野菜スープカレーがあったので食べてみました。本当に美味しかったです。ライブ後の体力回復にぴったりでした。美味しいカレーを食べた後、HKT に関するあるものを買うために近くの大型書店へ向かいました。それは HKT48 15周年記念ムック本です。もともとネットで買おうと思っていましたが国際送料が高かったのでそのまま広島の書店で買いました。こんなに簡単に書店で買えるなんて。まあとにかくこれで良かったんですよね。昼食も食べたし15周年記念ムック本も買ったので次は夜公演を見るために上野学園ホールへ戻ります。アストラムラインの地上区間がすごく良いですね。一日中アストラムラインだけに乗っていたいほどです。でも鉄オタでありドルオタでもあるので白島駅で降りてライブに行きます。白島駅に到着して歩道橋を降りてみます。上野学園ホールは最初結構
クラシカルな建物だと思っていましたが、こうして見るとかなり重厚感があって見応えがありますね。歩道橋をゆっくり降りながら夜公園の戦場へと向かいます。夜公園まで少し時間があるので横の川辺を散策してみます。上野学園ホールのとても大きなメリットですね。こういう防虫感ありの時間がとても好きです。夏のセミの声は韓国も日本も同じですね。青い夏の空の下に緑の木々があり、そこで私は HKT48 の夜公演を待っています。ココちゃんにまた会えるのを待っています。学生時代にはなかった私の青春を広島で見つけた気がします。夜公演の時間になり、入場した後ロッカーにバッグを預けます。公演後は通路が規制されていたので、スタッフさんにお願いしてロッカーから荷物を取り出しました。ロッカー代は200円でした。夜公演の入場時もメンバーがランダムに描かれた紙チケットを配っていたのですが、ファンの方々がロビーでお互いにこのチケットを推しメンのチケットと交換するために、みんな自分の推しのうちわと紙チケットを持って立っていたのですが、印象的な光景でした。いよいよ夜公演が始まりました。実は夜公演の時は体が少し疲れていて、最初は気合が入っていませんでした。しかし公演が始まり、ステージと通路に HKT のメンバーが登場して楽しそうに歌を歌うと、疲れが一瞬で吹き飛び、テンションが上がって楽しくペンライトを振りながらコールをしました。アイドルライブが大好きです。天国に行ったら1万年くらいはアイドルライブだけを見ていたいです。いやいや、まさにこのコンサート会場が天国です。15周年記念で15曲メドレーをやったのですが、とても楽しかったです。7期生の昇格発表もありました。私は夜公演の時、前方8列目という両席に座ることができました。下手側のサイドステージに近かったので、アンコール最後の曲「未来の扉」の時にはココちゃんが私のうちわを見てレスをくれました。夜公演の後のお見送りの時にはココちゃんが私に気づいて名前を呼んで優しく挨拶をしてくれました。すごく嬉しかったですし、こうして夜公演が終わりました。夜公演が終わって外に出ました。本日の戦場、上野学園ホールの
夜の前景です。明け方に韓国を立ちながら、今日はたくさんの楽しいことがあるだろうと思っていましたが、本当に素晴らしいコンサートでした。ですが帰り道は少し名残惜しさも当然残ります。白島駅までの歩道橋を再び登っていきます。歩道橋というものは本当に不思議なものです。さっき降りていった時はコンサート前のワクワク感でいっぱいだったのに、帰り道には喜びと名残惜しさ、出会いと別れが交差します。歩道橋を歩くこと自体が人生の縮図のようです。それでもこの光景を忘れずに大切にしておきたいです。さようなら。本日の戦場、上野学園ホール。アストラムラインに乗って本通駅に戻ってきました。本通駅の壁面にはアストラムラインに関する各種看板が設置されています。7000系車両なんですね。夕食を食べるため本通りを歩いてみます。コンサートが終わるとすごく疲れるので、夕食は大抵コンビニで軽く済ませたりしますが、せっかくグルメの街広島に来たので何か美味しいものが食べたくなりました。お好み焼き屋さんを探してみることにしました。本通りアーケードを歩いていると若鷹というお好み焼き屋さんを見つけました。良さそうだったので入ってみることにしました。カウンター席に座りましたが、なんだか雰囲気がとても温かくて素敵です。こういう雰囲気のお好み焼き屋さんに行きたかったのでまさにぴったりでした。広島は牡蠣も有名なので牡蠣お好み焼きを注文しました。本当にすごく美味しかったです。お好み焼きも美味しかったですが、私は HKT のファンなのでメロンジュースも飲みました。店内がとても暖かくてレトロな雰囲気で良かったです。これから
広島の行きつけのお店にすることにしました。美味しいお好み焼きも食べたことですし、本通りアーケードを本格的に歩いてみます。韓国にもアーケード商店街はたくさんありますが、日本のアーケード商店街には独特の雰囲気があります。こういう活気があって賑やかな雰囲気も良いですね。考えてみれば、帰国する明日を除けば実質1日しか日本観光ができないので、こうしてコンサートの後にアーケード商店街を歩くだけでもかなり貴重な体験だと思います。もちろん私は HKT の推し活で日本に来ているので、海外旅行というよりはサッカーのアウェー戦を見に来ているような気分で臨んでいます。それでも外国に来ているのは事実なので、たまにはこうやって短く旅行気分を味わってみたりもします。私はサッカーも好きなので、サンフレッチェ広島の看板にも目が行きます。いつか日本で J リーグも現地観戦したいですね。 HKT のあるアビスパ福岡を応援するか、ココちゃんの地元である V ファーレン長崎を応援するかは悩むところです。アーケードを抜けて横道を歩いてみます。こういう横道の風情もいいですね。路面電車に乗るためにそのまま歩き続けてみます。道路の真ん中にある路面電車の電停に行くため横断歩道で待ちます。道路の真ん中を走る路面電車の姿がとても爽快です。鉄オタはこういう行き先表示板が大好きです。電車が入ります。ご注意ください。広島駅まで乗せて行ってくれる電車が入線してきます。電車は軽快に広島の夜の街を走り抜けていきます。私は乗り鉄でもありますが、音鉄でもあります。なので電車の車内放送や走行音を聞くのも大好きです。発車時の駆動音、線路の継ぎ目を通過するジョイント音、ドップラー効果で近づいて遠ざかる
りの音、どれも大好きです。小田原線より鉄路2号です。The next stop is Inarimachi and The fare is a flat rate of 240 yen per go, 120 yen per go. Passengers using upgrade cards may exit from any door. Please keep touching the curb. 少し前に広島駅の電停が変わりました。広島駅の2階へ電車が直接乗り入れるようになり、便利になりました。新幹線口に出てスカイウォークから駅前広場を眺めます。日本のこういうスカイウォークや歩道橋、本当に好きです。スカイウォークを降りて近くのコンビニへ向かいます。HKT のコンサートが終わり、コンビニでソフトクリームを買って静かな夜の街で食べてみます。いつもこの瞬間が本当に幸せです。疲れた体を押してついにホテルに到着しました。東横イン新幹線口2です。明日の朝の飛行機なのでホテルには8時間しかいられませんが、体力回復が大事です。そうして短い睡眠をとり朝起きました。RPG ゲームで宿屋に泊まって HP と MP を回復するみたいですね。でももう冒険に出かけるのではなく家に帰らなければなりません。推し活旅の時はホテルになるべく荷物を広げないようにしています。短時間寝てすぐ出発するからです。それでも朝に窓を開けた時のこういう日本の街並みが好きです。私はリゾート地は退屈であまり好きではないんですよね。人々が暮らしていてアイドルライブがある街が好きです。昨日大活躍したビブスは裏返して大切に保管します。特に韓国人にとって大事なのがコンセントを抜くときに 110V 変換プラグが抜けて残ってしまいなくしてしまうケースが多いことです。今回の広島遠征のカバンの中身を見てみましょう。前回のファイトトナイトパッキング編で紹介したものよりさらにシンプルなバージョンです。一番外側のポケットにはモバイルバッテリーを入れました。そしてプラグと充電ケーブルが入っています。一番よく、そして頻繁に使うからです。
外側の上のポケットにはデンタルフロスや清涼菓子などを入れておきます。推し活をするとき、口の中がすっきりしていないと楽しさが半減します。もう一つ、内側のポケットには生写真やアクリルスタンドなどを入れます。なぜこんな苦労をしてまで日本に来るのか忘れないようにしましょう。バッグの内側の一番最初のポケットには三脚とペンライトを入れました。比較的よく使うからです。バッグの内側にはうちわを大切にしまっておきます。コンサートでレスをもらうための最も重要なグッズでもあり、一番ダメージを受けやすいグッズでもあるからです。推し活チェックリストも持ち歩いています。実際の現場で補足改善すべき点があればメモしておき、家に帰ってから更新してフィードバックします。今回買った15周年記念ムック本も大切に入れておきます。マフラーや簡単な着替えは一番奥にクッション代わりとして入れておきます。東洋コインは無料朝食がついているので朝ごはんを食べに降りてきました。観光パンフレットを見ると広島に来た実感が湧きます。どうせすぐ立ち去りますけどね。でも以前 STU の推し活で広島にはよく来ていたので心残りはありません。東洋コインの無料朝食がとても豪華でいつも美味しく食べています。ロビーには冷たい氷水とコーヒーマシンもあるので本当にコスパ最強です。それではチェックアウトをして空港バスに乗りに行ってみます。昨日歩いた新幹線口のスカイウォークを歩いてみます。広島駅5番バス乗り場から空港リムジンバスに乗ることができます。そして空港バスは広島市内を抜けて高速道路を走り空港へ向かいます。広島空港に戻ってきました。1日ぶりですね。もう広島ともお別れですね。ちょうど広島空港内に空港の仕事ミュージアムコーナーがありました。
時間が余ったので広島空港のいろいろな場所を見て回りました。もう飛行機に乗りに行く時間です。ここちゃん、私もう韓国へ帰るね。以前は帰るときとても寂しくなったりしました。でも今はもう寂しくありません。ここちゃんはずっとステージでファンを待っているし、私はまたここちゃんを応援しに行きますから。ここちゃん、今回の広島でも素敵な思い出を作ってくれてありがとう。次の東京公演でまた会いましょう。私の一押しアイドル HKT48 全国ツアー広島公演の参加費はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回も良い動画でお会いしましょう。